ちは、スキャンカーさんです。今日はこのペンコさんをスキャンしてみます。まず最初にこのペンコさんのサイズを iPhone で計測してみます。足から頭までだいたい6センチということが分かりました。次に前回の動画でも使用した 3D スキャナーアプリによるスキャンを行いました。スキャンしたデータがこちらになります。一見綺麗なんですけど、背中がぽっこりとなくなって失敗しております。ペンコさん3回スキャンしたんですけれども、すべて失敗してしまいまして、その3つのデータをこの無料のクラウドコンペアでくっつけてみようと思います。データをくっつける前に、まずテーブル部分を水平にして座標を整えてあげます。左側にある三角と矢印のマークを選択してあげまして、テーブル部分の3箇所、ポチポチポチと選択してあげますと、その部分が水平になっていきます。次に水平にしたデータともう一つのデータを選択してあげまして重ねていきます。まず最初にアラインというツールを使ってデータを重ねていきます。水平にしたデータをリファレンスにしてもう一つのデータを動かすことにします。まず動かすデータに3点以上マークをつけます。ここでは足の部分2箇所と顔の部分に1箇所マークをつけました。リファレンスの方を次に選択していただいて、リファレンスのデータにも同じ場所にマークを設定しておきます。設定しますと最後にアラインというボタンを押しますとデータが重なった状態になります。きちんと重なっているわけではないようですので、自動である程度重なるツールを使ってみます。ファインレジストレーションというツールを押しまして OK を押しますと重なっている結果になっているはずなんですけれども、やっぱりさっきと同じようにずれています。うまく重なっていないので今度は手動で微調整していきます。回転マークを選択してあげまして対象データを動かしていきます。Z を選ぶことで水平方向だけ回転させることができます。Z っていうのは高さ方向の座標値ですので、高さを固定してあげるということになります。うまく重なったようですので、この2つを選択してあげまして、データを1つにしてあげます。クラウドコンペアは戻るというコマンドがありませんので、何か合成するという前にデータのコピーをするのを忘れないでください。合成したデータには分かりやすいように名前を付けておきます。次にもう一つのデータを合成データに合わせていきます。手順は同じですので早送りで、動作を見ていきましょう。さっきと同じような手順で行ったんですけれども、さっきとは異なってめちゃめちゃずれています。そこでまたファインレジストレーションで、自動で合わせてみようと思います。すると今度はテーブルの位置がぴったり合いまして、綺麗になったんですけど、またペンギンの部分はずれてますので、ここは手動で合わせていきます。ようやく、ペンコがきちっと重なったかなという結果になりました。合わせた2つのデータを選択して、合成します。
テーブルの部分とかゴミとかありますので、ハサミツールでいらない部分をチョキチョキチョキと切っていきます。最終的にはペン粉と下のテーブルの部分だけ残すこととしました。ペン粉の下は空洞ですので、テーブルの部分をペン粉の形にカットして、ペン粉の下に置いたのがこちらになります。テーブルの部分は、ひっくり返しておきます。3次元データっていうのは表と裏がありまして、メッシュを作るときにはそれが重要になってきます。ペン粉とテーブルがうまく重なってないので、形を少し合わせておきます。うまくテーブルがあったようですので、また合成して一体化させます。次に合成した点のデータをメッシュ化していきます。ポアソンサーフィスリコンストラクションというところを選択してあげますと、メッシュ化されたペン粉が生成できました。よく見るとゴミがありますので、ハサミツールでこれを消していきます。3D のスキャンっていうのは、小さかったりですとか黒かったり、テカテカしてたりツルツルしてるような、対象物はスキャンしづらいと言われてますので、このペン粉、6センチのデータスキャンできたのは、結構 iPhone としてはすごいことかなと思っています。ペン粉のメッシュ化が完了しました。綺麗なペン粉ができております。顔がね、ちょっとぼやぼやっとして怖いんですけれども、では生成されたデータのサイズを最後に測ってみます。ポイントピッキングを選択しまして、距離と測るマークを選択し、端と端の点をクリックしてみますと、X が 0.06 となってまして、長さが6センチということになります。これでリアルペン粉の大きさと同じことが分かりました。最後にモデルショーという無料アプリを使って構成写真を作っていきます。事前に背景画像を読み込ませてるんですけれども、ペン粉のメッシュデータを読み込ませるとこんなようになります。ペン粉は3次元データですので、いろんな向き、大きさで合成写真を作ることができます。ペン粉を水平線に置くこととしました。作成した合成写真がこちらになります。ペン粉とこの流木の感じがいいバランスになりまして、フォトジェニックな写真を作ることができました。